はい。なんすかこの水の入ったバケツは。これは砥石を研ぐための水ですね。砥石を研ぐじゃない包丁を研ぐために必要な水ですね。包丁を研ぐ？はい。僕たちは修理とか製造でこういう革包丁を使うんですよね。革包丁っていうんですかそれ？はい。へえ。革を切ったりとか靴を加工したりするのにもうなくてはならない道具ですね。毎日9本10本研ぐんでやっぱ1時間以上は研ぐんですよね。珍しい形状ですけど、それは昔からあるものなんですね。日本人が考えた道具なんですよね。今欧米は刃物っていうのはナイフのイメージなんでナイフなんですよね。どうしてもこう形状的に力が入れづらいっていうのがあるんで一気にこの分厚いものを一刀両断じゃないですけどやっぱそういう風にするにはナイフだとちょっと難しいんですよ。そこは日本人の方たちがやっぱ包丁だとこうやって押して使えたりするんで、このぐらいの厚みを一気にバッサリいけるような、そういうものが何かないかって考えた時に先人たちが日本の包丁の文化からじゃあ革包丁っていうものを作れないかっていうんでそれでこれを作ったんですよね。で今となっては欧米の方たちがこれを買って自国に帰るって言われてるんで、まずちょっと砥石を水に浸していくんで、これらですね。番手って言って粗さが違う砥石なんですよね全部。だからこんなにあるんですね。そうなんですよ。全部で4本。これをまずちょっと砥石にこの包丁研いでいきますね。じゃあそうですね切った音の方が分かりやすいんで音分かりますか？もう一丁お願いします。ここも全然切れてないですよ。切れてないっていう時点でもう刃が全然役割を果たしてないんですよ。そうなんですでこれが今ぐらいの力で簡単に切れるようになるんで、腕の毛剃るやつやってたじゃないですか、それで今腕の毛って剃れるんですか？いや多分ね飛ばないですよね。切れないんです。飛ばない。もっと強くやったらどうですか？強くやっても結局毛が勝っちゃってるんですよね。要は毛が曲がっちゃうだけで。だから切れてない包丁って怖くないんですよ。もうこういうこと平気でできちゃうんで、そう切れないんで。これね研いだ後今みたいにやったら多分この辺肉全部取れちゃうんでもう衝撃映像みたいになっちゃうんで多分できないですけど。水をかけたんですね。そうです。水をかけてこれダイヤモンドヤスリっていうものですね。表面と裏面でこう番手が違うんですよ。粗さですよね。粒度っていうんですか。刃をどういう向きで当ててるんですか？僕たちの包丁って型刃っていうんですね。
こっちにだけ刃がついて、こっちが鋼でこっちが鉄なんで、当然なんですけど、こうその刃のこういう感じですね。ゆっくりやるとこうです。なるほど。体勢が変わるんで、腕の伸びが、その伸びた時にこう当然なんですけど、腕が伸びるとまんま言うとこうなっちゃうんですよ、伸びると。だから砥石から浮いちゃうじゃないですか、同じこの動きっていうか形だと。だから向こうへ行った時にはちょっとだけ大げさに言うとこれを少しこうしてるんですよ、押さえつけてる。で引いた時には少し寝かせてるっていう感じですよね。だからそれを瞬時にこう変えてるんですね、自分で意識的に。じゃあ砥石を変えますね。さっきより高さが出るんで、今度は高めでやるんですよね。すごい包丁の刃を見ると性格わかりますからね、職人さんの。ちなみに自分の性格はどんな性格なんですか？まあだいぶ来てますよね。来てます。神経質そうですよね。神経質だろうなっていうのはありますよね。ちょっと石変えますね。ここからスパン短いです。もうあと何分かで終わります。いますね。こういうのトグソって言うんですよ。このねトグソってまあ砥石のクソなんでトグソっていう、まあ、シンプルなんですけど、このトグソが意外と重要で、これがないとうまく研げないんですよね。これをきれいに拭いちゃう人多いんですけど、拭いちゃダメなんですよね。これが重要なんで。トグソが重要なんですね。そうです。トグソ重要ですね。トグソのクソっていわゆるうんこですか？そうです。うんこです。まあ砥石のそうですね。ほんと分かりやすいですね。実際なんかうんこみたいな色してますし、うんこみたいな色してるじゃないですか。ちなみに僕うんこっていびき結構好きなんで、うんことかなんか幼稚園児の時はもうほんとうんこ大好きなんですよ。今うんこ好きって言うと相当危ない人ですけど。じゃあ次最後の砥石ですね。これはもっと細かいやつなんですか？そうです。究極的に硬いですね。もう本当研ぎ師さんがもう本当に最後に使うっていうような硬さなんで、まあとにかくめちゃくちゃ細かいんですよね。
終わりで。もう、まあ、まず毛は多分これがさっきの毛ですね。わかります？この辺はパツパツ切れてます今。めっちゃ剃れてる。そうなんです。これヒゲも剃れそうですね。剃れますよ絶対。バツバツバツって。おー、すごい、確かに音が全然違いますね。そうなんですよ。多分比べていただくともう全然違うと思いますね、音が。村上さん、こういう、研ぐ技術っていうのは、はい、誰に習ったんですか？水山さんって言って研ぎ師さんですね。研ぎ師さんっていうと、なんかその研ぐ専門の人ってことですか？そうですよ。いやすごいんですよ本当。もうミシュランの星付きのシェフとか料理人が包丁を研ぐのに出すような方なんで、93で現役でしたからね、僕が教わってた時。だからもうなかなかそういう方に教えていただいたっていうのがもう財産ですよね本当に。よく教えてもらえたよなって今でも、ありがたかったですよね本当。まだまだですけどね。ね、研ぎ師さんたちから言わせたら僕たちの研ぎなんて素人に毛が生えたぐらいなんで、そんな毛が生えたぐらいの人間が一流の研ぎ師の門を叩いて教えてくださいなんて言って「あいいよ」なんて言って教えてくれるほど甘くないんですよ。だから僕もやっぱ研ぎ師さんのもとを何回も行って、やっぱ最初教えてくれなかったんですけど、まあちゃんとお歳暮を持ってお中元持って何回か門叩いてたら、そのうち中見ていくかっていう感じで教えていただいて、何十回ってやっぱ行って毎回その課題を出されるんですよね。今回はちょっとこの砥石だから、その研ぎ師さんから最初ダイヤモンド砥石も今日使ってるものもいただいたやつで、これでまず研いでみなさいって。で次こう包丁持っていくとそれを見てみたいな、じゃあ次はこれだなみたいな、一個一個課題をこう今思えば課題を出されてたんですよね。だからその当時は分かんなかったんですよ。だから毎回アドバイスをくださるなぐらいにしか思ってなかったんですけど、最後はもうあとは頑張るだけだなみたいな。この包丁に関してはある程度もう研げるようになったから、あとはもう君はもう現場で仕事を数こなして身につけていけば大丈夫だっていう感じで、そんな感じですよね。お中元とお歳暮持って。いやもう僕はアンチお中元お歳暮派だったんですけど、もう最近はもう若手にはまずお歳暮お中元は持っていきなさいって言いますね。本当昔とだいぶ考え変わってますよねやっ